こんにちは。日本語クラスです。お元気ですか？今日は忍者の話、忍者です。忍者のお話と、東京にある電車の名前が忍者、有名な忍者さんの名前がついている、その電車があるんですね。その話をします。はい。このスライドを見るとかっこいいですね。忍者。もう忍者といえばもうこういうイメージですよね。もう屋根の上にこうね乗ってなんかすごいな、走るの速そうだなってね思いますね。なんか持ってるし、まあ、かっこいいですよ。はい。例えばこれもそう、忍者といえばもうみんなのイメージ、黒い服を着て目のとこだけちょっと出てる、他全部見えない。うんね皆さんはきっとアニメとかで見たことあると思います。はい。日本の古いドラマにも出てきますよ、忍者って。はい。だから私も見てましたし、もちろん知ってます。はい。で、先に言っておくと、忍者は今日本にいますかって時々聞かれることあるんですけど、残念ですがいません。はい。忍者というのは一つの仕事だったんですね、昔は。はい。ですがその仕事は今なくなってしまいました。はい。今だとこれは忍者はスパイスパイだと思います。はい。あの重要な情報をこう探す、どこか隠れて話を聞くとか、そういうことをやってましたね、忍者さんたちはね。はい。だから大変な仕事ですよ。うん。あの日本の畳です。座るところの畳の下のところに入ってずっと話を聞いてるとか、そんなことするんですよ。大変でしょう。もう今ね、パソコン使って仕事してる方がまだ楽ですよね。うん。そうだから、忍者は本当に大変。なるのは親が忍者だったら子供も忍者になるっていうのが普通だったらしいです。そう、そして小さい時からトレーニングするんですね。もう今だったらオリンピック選手になれるんじゃないかと思います。すごいたくさんトレーニングします。はい。だから運動がもう上手ですね。よくできます。もちろん。うん。で、東京にそういう忍者に関係がある電車があるって私言いましたが、東京ってあの忍者は少なかったんですね。これは知らない人多いですね、きっとね。忍者が多かったのは東京ではなくて、今の三重県とか滋賀県という場所です。それは大体ですが京都の近くです。京都とか名古屋とかの近くです。あの辺に、忍者の人たちがたくさんいて、あの辺を守っていた。そしてあの辺でトレーニングしてた、練習してたんですね。山がたくさんありますね。そういうとこだとこう走ったりいろいろできる、練習できる。そっちにはもう本当の忍者たちがいっぱいいたんですが、東京にはあのそういう人はいなかったんですね、昔は。でも今東京に走っている電車の名前が一つ忍者に関係があります。とっても有名な忍者さんの名前がついてます。これなんでって思いますね。なんか不思議ですよね。そっちの京都の方でそういう電車があれば、電車の名前の電車があれば、ああそうですね、こっちは忍者が多かったからってわかるけど、東京なんですよ。うん。だからなんでかなって思って、ちょっと調べてみました、今回。はい。で、その電車っていうのは、
皆さん見たことあるか、または乗ったことがある人いるかもしれないですね。この電車です。紫色の電車で、はい、名前は半蔵門線と言います。半蔵門線。電車のラインが何々ライン、何々線というのが、ここの名前、半蔵門と言います。それが忍者の名前なんです。うん。と。で、どこを走っているか。これはもう本当に今、皆さんが乗ることできますよ。そう。例えば、ここ渋谷。で、この辺原宿あります。近いです。うん。で、こうビューッと行くと、端の方は東京スカイツリー。東京スカイツリーがあります。大きい、綺麗な電波塔って言いますが、東京スカイツリーがある。そこまで乗ってると、ここは全部半蔵門線です。忍者のラインです。はい。で、あとは真ん中のここの大手町というところの近くは東京駅があります。この辺は東京駅。東京に来たことがある人は知っていると思いますが、東京はもういっぱい電車が走ってますね。一つの電車だけじゃなくてもいろんな電車がたくさん走ってます。地下鉄もあるし、地下鉄じゃないその上のところの電車もたくさんあります。その中の一つが半蔵門線です。で、半蔵門線は東京駅には止まらないです。でも東京駅の近くの大手町っていうところに泊まります。はい。それで、そうね。で、こっちの方は銀座とかもありますしね。うん。すごく乗っていて面白い電車です。で、なんでこれが忍者と関係があるのか、なんで忍者の名前なんだろうと。うん。それが今日のテーマですね。はい。これですね。見せちゃいました。この名前言いましたよね、さっきね。半蔵門さんという人なんですよと。でも実はこれ、半蔵さんなんですね。半蔵さんのこと。どんな人かというと、半蔵さんというのはこんな人。え、忍者じゃないですね。忍者って黒い服着て、こう目のとこだけ見えて、なんか走るのが速そうで、というイメージですよね。でもこれだと、これはよく見る侍と同じこう刀を持ってるし、これじゃ忍者じゃないでしょと私は思いました。これ皆さんも調べると出てきます、この写真がね。なんでかなと。で、この人の名前はちょっと長いんですが、失礼しました。ですね、こっちです。名前がこれ。服部半蔵正成という名前です。昔の人の名前は長いです。今よりも長いです。うん。で、ここの半蔵っていうのが電車の名前に使われてます。はい。服部っていうのは、名字、ファミリーネームです。今だと田中さんとか山田さんとか鈴木さんとかのことです。服部さんってことです。そう。服部半蔵さんのとこの正成くんっていう名前です。これ。はい。で、でもなんか残念ですよね。なんか私たちが思っているかっこいい忍者じゃないでしょ。なんでなんかおじさんでしょってね。私は残念でした。なん違うじゃないってね。で、なんか、こういう感じが良かったのにな、黒い服着てと思ったんですけど、実際は残念ですが、これです。で、なんでかなと思って、調べることしました。調べたら、とても面白かったです。はい。まずですね、じゃあちょっと話しますね。あのこの人のお父さんは忍者だったそうです。本当に私たちがイメージする忍者です。黒い服着てってね。そうだからお父さんとかはそっちの京都の近くの方に住んでた
で子供の時から忍者として育ったんだけど、ある時、侍、とても偉い侍の人のために仕事をお父さんが始めました。多分その時は忍者のスキル、忍者の能力を使って、その侍のために仕事したと思います。でそこでなのでお父さんは忍者がたくさんいる場所じゃないところに引っ越しをして、でそこで仕事して、でそこで正成くんが、この半蔵さんが生まれた。だから半蔵さんが生まれた場所には場所は、忍者の国、忍者の村じゃなかったそうです。だから小さい時から忍者のトレーニングはしてないしてないんだって残念ですよね。これは残念だなと思いましたよ。ああそうと。だからこの半蔵さんは屋根の上にひょーんと乗ったり、普通の人よりとっても速く走ったりとかしないですね。うん、残念でした。はい。で、だから半蔵さんは侍として育つですね。侍はこういうスタイルです。この、刀を持っていて、髪の毛も頭反ります。こういうスタイルです。でこういうふうに育ったので大人になっても、侍として仕事をします。うん、面白いでしょまずね。で失礼しました。ちょっとこれやめましょう。で誰のために働いたかというと、この男の人、おじいさんみたいですね。でもなんかこれすごく高そうな絵ですよね。なんか描くの大変だし、なんかお金持ちに見えるし、なんか強そうだしって思いますよね。もうその通りです。そう、この人の名前知ってる人いるかもしれませんね。この人誰というのは、実は日本だともう小学校ぐらいから勉強します。教えます学校で。この人の名前は徳川家康と言います。徳川家康。聞いたことがある人多分多いと思いますね。この人は簡単に言うと、今から400年くらい前に、日本の侍で大成功した人です。この言い方が正しいか分かりませんが、戦争ばっかりしていた日本でした昔はね。だけどそれをもう戦争はやめて、もう全部一つにしましょうとまとめた人。戦争もダメよと、もう私が日本で一番上の人よと言って、日本をまとめたリーダーです。はい。だからすごく日本が安全な国になったその最初きっかけを作ってくれた人と考えていいです。そうで、この徳川家康のためにさっきの、失礼しました。出てこないか。半蔵さんですね。半蔵さんは仕事をしました。だからこの人と同じ時に半蔵さんは生きていたんですね。で徳川家康が例えばどのくらいすごい人かというと、これですね。皆さん行ったことがあるという人多いと思います。ああこれ知ってると。行ったことなくてもテレビで見たことある人も多いと思います。これはユネスコだからです。これは日光という栃木県の日光という場所にある、お寺です。日光東照宮、日光東照宮と言います。はい、よく見るとこれ小学生です。小学生たちも来てますね。学校の、ツアーで、勉強のために来るんですよ。これそのくらいもう子供の時から学校で教えられる。でここの、中に、さっきの徳川家康のお墓です。死んだ時に入る場所、
死んだ後入るところお墓があります。はい、これ徳川家康が死んでしまう前に息子に私のお墓を作ってねと言って作らせました。これね。で、その時はこんなにこう派手な金を使ってる、ゴールド使ったりキラキラキラ大きいとかすごくこう珍しいものを使って目立つようにしましょうとはしなかったんですが、孫がおじいさんのことをとてもリスペクト尊敬していて、このように作り変えた、もっと良くしようとしたらしいです。はい、だから今で言うと200億円とか200億円から400億円ぐらい使ったと言われているそうです。そのいくらかははっきり今のお金と価値が違うので大体なんですけど、そう言われている。だからもうほんと綺麗ですよ。でこれ知ってる人もいますね。この日光のこのお寺の中にこれがあります。この猿ですね。こう見ざる言わざる聞かざるってね、見ないし言わないし聞かないっていう、これがあるのがここのお寺です。はい、これ見るとわかるかもしれないですね。この場所ですよ。はい、ユネスコです。ここね。はい、これの意味もとても面白いんですけどね。それはまた今度話そうかなと思います。でこれを作るだけのお金を持っている、これだけの成功をした人です、徳川家康というのは。はい、その人のために忍者の息子の半蔵さんは仕事をしました。そうね。で良かったですよね、それはね。であのでこの人良かったと、私は成功して東京にもお城を作ります。はい、でそれがこれ、本当はここにお城あるはずなんですが火事で燃えてしまいました。うん、これはですね、今の東京駅のすぐ近くですにあります。これ今もあります。はい。東京駅から歩いて5分くらいですね。そう。これ、そうですね。そう。で、ここに住んでました。さっきのこの徳川さんは住んでた家です。うん。で、よいしょ。で、その場所が、そうですね。この辺、大手町の下が東京で、この辺ですね。ちょうどこの辺にお城があったんですね。大きいお城ですからこの辺にあって、でよいしょ。で今だとこのお城は日本の、えープリンスだから、天皇ですね。天皇とか今だこの雅子様ですね。この人たちが住んでいたり仕事をしたりしてます。だからこの時は2019年にトランプ大統領、アメリカのトランプ大統領が奥様と一緒に来て、ここで話をした。それがこの場所です。そうそうそう。で、なのでこの辺にあるんですね、今ね。東京駅のすぐ近くね。でよく見るとここに半蔵門って書いてありますよね。半蔵門を門かと、なんか門があるのかなって、これが大事ですね。そう、半蔵っていうのは人の名前です。半蔵さん、さっきの半蔵さんです。そうそうそう。で、その昔ですね、今から400年前、この城ができた時、お城できた時に徳川家康が、言います。いや半蔵くんありがとうねと。私が成功したのは君がいろいろ頑張ってくれたから、手伝ってくれたからだよ。実際半蔵さんはいろんな情報を徳川家康に教えたりして、この人が、徳川さんが成功するようにサポートしてました。だからすごく感謝してます。徳川さんは感謝してる。
で、見せちゃいましたね。じゃあ、半蔵くん、私ね、この東京に住んでるから、さっきの写真のとこですね、お城に住んでるから、えーお城の周りを守ってね。うん。もう今戦争は日本はなくなったけど、いつまた戦争が起こるかわからない。うん。だからもし何かあった時に、半蔵くん私を守ってくださいと言って、お城の周りにいっぱい門がありました。門、出入り口の門ですね。門があって、それがこれです。そう、大きいですからお城って。はい。でそのお城の門一つの門、たくさんあるんですけど、その中の一つの門を半蔵くんの名前にするよ。君の名前をつけるから門にね。君が守ってね。でそれもこの門は特に重要だよ。もし何か問題が起きた時、もし戦争が起きそうだ、もし誰か私を殺しに来たとか危ないっていう時は、僕はここから逃げるよと言っていた。だから半蔵くんの仕事はすごく重いよ、頼むよって言って、分かりましたって言って、分かりました、頑張りますって言って、守ります、もう守りますって言って、で、失礼しました。半蔵さんはここの門を守る仕事を、もうおじいさんになってからなんですけど任されます。やってねって。で、その時にもちろん一人で半蔵さんがここに立っているだってダメですから、たくさんの人で守らなければいけないです。その時忍者が出てきます。忍者です。そうです。半蔵さんはもともとはそっちの京都とか、滋賀県とか三重県とかあっちの方の出身です。でそっちにたくさんいる忍者さんたちにお願いするんです。よろしく、ちょっと東京に来て、今の名前じゃないんですけどね、江戸って言うんですけど、こっちに来て、でここの門を一緒に守ってくださいと言って、忍者さんたちに。で分かりましたってね。忍者たちはこの人のことはあんまり知らないんですよ、実は。だって半蔵くんは忍者の国で育たなかったよね、よく知らないけど、でも君のお父さんのことは知ってるよ。お父さんは有名人だから、忍者として、じゃあそれをね、半蔵くんがお願いと言うんだったら、じゃあいいよって言って、この門を一緒に守る忍者がっていうことをしてくれました。でその忍者たちたくさん、大体200人とか本当にたくさんいますから、その人たちのリーダーとして半蔵さんは働きましたので、みんなは半蔵さんも忍者だっていう風なイメージがどうしてもついてしまう。で今も現代もそういう風なイメージがあります。はい。ですので半蔵さん自身は、この人は実は全然忍者じゃないんだけど、忍者たちのリーダーとして仕事をしたので、あとはこの人のお父さんは本当の忍者だったっていうこともあって、半蔵さんは忍者だっていうイメージがとっても強いです。日本人の間でもそうです。そうだから、このイメージですね。黒いかっこいいイメージなんですが、実際は違う。だけどでもこの半蔵さんはこの半蔵門の近くに住んでたらしいんですよ。この辺に住んでいてねと、心配だから近くに住んでてねって場所をもらったんですね。だから家を建てた。だからそういうこともあって、よしここは半蔵さんが住んでたし、半蔵門があるし、よしでここに電車作った時に
日本人がよしここは半蔵門ラインという名前にしよう、半蔵門線にしましょうと言った。それで半蔵門線になったという話らしいです。だから面白いですよね。京都の京都というか三重県滋賀県の方に行った忍者を東京に呼んでこっちの方で仕事をさせたっていうのもまた面白いし、それが電車の名前になったっていう歴史があります。はい、以上です。どうでしょうか。ちょっと難しい話でしたが、分かってくれると嬉しいです。はい。だからこのようにですね、実際は忍者じゃないんだけど、もうイメージが強すぎて、服部半蔵っていう人は、ごめんなさい、服部半蔵って人は、忍者だっていうイメージがもう日本人の中でもついています。はい。だからアニメでももう服部半蔵という名前だともう忍者っていう忍者としてアニメに出てきますね。だから実際は違うけどもうアニメとか物語ストーリーの影響が強すぎてそういうイメージがもうみんなについてます。はい。ちょっと面白いなと思いました。だから皆さんぜひ半蔵門線に乗った時はこれは忍者がこの辺に住んでいたかもしれないと。忍者の部下ですね。忍者の部下というか半蔵さんの部下が実際多分住んでたと思います。でも多分忍者だから私ここに住んでますよって言わないと思うんですけど、そういう関係があるっていうことですね。面白いでしょう。400年ぐらい前の話ですよ。すごい。はい、ということでした。でも電車ができたの400年も前じゃないですからね。最近ですからね。日本はそういう歴史がやっぱり長いので、もっと長い国ありますけどね、中国とかもっともっと歴史長いですが、日本もそれなりに歴史があるので、昔の人の名前とか何かこうお城があったからとかいろんな理由で町の名前ができているというのは結構日本はあります。面白いです。はい、今日はその紹介でした。はい、ぜひ半蔵門線乗ってみてください。はい、そして最後にちょっとだけ、JLPT のお話です。JLPT 読解勉強してる人、長文のやり方 N1 もだし N2 もだし、長文じゃなくても中文ちょっと短い話とか短文とか、そういう、勉強、私ビデオで教えてますので、よかったら見てください。はい、これは私のオンラインレッスンの中から見ることができますので、見てください。これはこのオンラインレッスンのホームページのリンクは今日のビデオの下のとこにリンク書いてあります。はい。あとは、他にも、Zoom レッスンもやっています。Zoom レッスンだと、3つあります。1つはビジネス日本語です。電話のかけ方とか、面接の答え方とか履歴書の書き方とかをやってます。はい、ぜひぜひ来てください。とっても楽しいですよ。そして、会話の練習もやっています。はい、これはですますを使わない友達と話す時の話し方、結構難しいですよね。ですます使わないと結構難しいです。その話し方練習したり、ですます使う丁寧な言い方を練習したりします。はい。で、こっちの練習の方も、会話練習の方も電話のかけ方っていうのを、やる予定です。だけどそんなに難しすぎないレベルの方ですね。こっちはね。で、もう一つ、プライベートレッスンもやっています。これは何でも私が教えます。はい、JLPT の読解、リーディングでもいいし、文法、漢字、
そうですね。語彙、何でもいいですよ。やりたいこと。はい、何でもいいです。または会話教えてとかでもいいし、はい、レベルは N5 から N1、N0 ぐらいまで何でも大丈夫です。はい、教えますので、よかったら、来てください。一緒に勉強しましょう。で、この全部のオンラインレッスンは下のリンクから申し込み、とかコースについて見ることできますので見てみてください。はい。私 Twitter もやってます。はい、この Twitter の、リンクも下に書いてあります。下のとことかメッセージのとこにも書いてありますので、そこから登録してください。はい。Twitter じゃなくて X って言うんですね、今ね。そうそう。はい。ぜひぜひ。最近また Twitter の、フォロワーさんが増えています。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日は忍者についてでした。日本の歴史、とても深くて面白いです。はい。私自身も勉強しないとうまく話せないようなことが多いんですが、とても面白いなと思います。またお話しします。ありがとうございます。